ネット管理をしていく上で必ずキーワードとして上がってくるカテゴリー何々って、これ分かってるようで実は分かってなかったりするんですよね。今日はそんなケーブルの規格について須崎さんに解説してもらいます。須崎さん、LAN ケーブルにはいくつか規格があると思うんですが、まずどんな規格があるのか概要を教えてもらえますか？ LAN ケーブルと一般的に言われるものの規格として、まず昨今普通に使われているもののみ受けていきます。カテゴリー 5E、カテゴリー6、カテゴリー 6A、この3つがあります。電気屋なんかで売っている市販の LAN ケーブルを見ると、カテゴリー7とかカテゴリー8って規格もあるようだけど、それは一般的じゃないから今回紹介しないということですか？いい質問ですね。実はカテゴリー7とカテゴリー8については規格としては存在するんですけども、その規格に厳密に沿ってケーブルを作ってもいろいろな理由で意味がないんです。そのいろいろな理由っていうのは何なんでしょう？まずカテゴリー7とカテゴリー8は普段使用している UTP ケーブル、アンシールデッドツイストペアと比べて外皮が硬くてケーブルの取り回しが悪い STP シールデッドツイストペアが規格として決められていて、一般家庭での使用は適さないのかなっていうことが一つ。次にカテゴリー7とカテゴリー8は規格で決まっているコネクタの形状が一般的な RJ45 っていうプラグと違うので、現在市販されているハブでは物理的に挿入ができないっていうことがあります。この2点ですね。じゃあ市販のケーブルメーカーは規格と違うっていうのを作って売っているってことですか？そういうことになりますね。それっぽく仕上げたケーブルっていうことになります。あるメーカーは規格とは違いますが、使用するユーザーの環境を考えて一般的なコネクタを使用していますと説明に書いているぐらいですから、この辺は騙されないでくださいね。それは全く知りませんでした。そもそもカテゴリー7とカテゴリー8はコネクタもケーブルもまともに市場に出回っていないんですよ。仮にそれで配線したいっていう人が現れたとしてもできないんですよ。ですので今回の話ではこのカテゴリー7とカテゴリー8については除外してお話をします。はい、わかりました。ちなみにカテゴリー7やカテゴリー8を使用している企業とかあるんですか？私が知る限りそれを採用しているっていうところは知らないですね。そもそも市場に出回ってないっていう話なので、市販で売っている7とか8使ってますっていうところはもしかしたらあるかもしれないですけども、それは厳密に言うと7と8ではないっていうことになるので、現存しないと思っていいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。では最初のお話にここで戻りまして、現在一般的に使用されている規格は3つありますけれども、よくある誤解をまずここで解いておきたいと思います。それはカテゴリー 5E は100メガ用で、カテゴリー6はギガビット用、1ギガ BPS 用、という考えは実は誤りです。そうなの？それも違うんですか？ギガビットを使用するときはカテゴリー6を使わないと速度が落ちると思ってました。一般的に使用されているギガビットイーサと言われる1000ベース T を前提にする場合は、カテゴリー 5E でもカテゴリー6でも性能的に全く変わらないんですよ。じゃあカテゴリー6にこだわって配線するっていうのは無駄っていうことですか？完全に無駄っていうわけではないんですけども、少なくとも言えるのはそれによって速度が左右されることはないっていうことですね。ただこう言っていたのも世の中にほとんどギガビットイーサっていうものしかなかった数年前までで、最近ではマルチギガビットイーサっていう規格が登場しまして、これはケーブルの種類によって速度が変わるっていう規格になります。カテゴリー 5E では 2.5GBps、カテゴリー6では 5GBps と、5と6で速度が変わるっていう風になります。これによって今まで必ずしとも6にこだわる理由っていうのはあまりなかったんですけども、これからは結構あるかもしれないなという感じですね。なるほどね。じゃあカテゴリー 6A っていうのはどんな規格なんでしょう？企業で配線されているのはあまり見かけないイメージなんですが。はい、
カテゴリー 6A というのは私の知る限り一般企業でこれを使って配線したいという人はほとんどいないです。うん多くは潤沢に予算があって先々のことを考えないといけないというところで、もう本当の一部の大手企業か官庁が多いですね。なるほどね。このカテゴリー 5E とカテゴリー6の、規格上の大きな違いは、うんケーブルの真ん中に十字介材っていうケーブルのペアを分割するプラスチックの板のようなものが入ってるんですけども、カテゴリー 6A ではさらにこのケーブルの外側にアルミとか金属のテープとか巻いているものっていうのが入ってまして、これによって総合的な性能を高めています。で、規格としても、10ギガビットイーサーネット完全対応していて 100m まで使える。で、ここの辺についてはかなりイーサーネットですね、これの規格の細かいところの話になるので、これについては別途解説動画撮りたいと思ってますので、今回は割愛します。ということは、これからLANを引こうっていうところはもうカテゴリー 6A で全部配線すればいいってことですね。理想を言えばもちろんそうなんですけども、そうも言えない事情っていうのがありまして、これ3点あります。まず1点目はケーブルが非常に高価っていうことになります。カテゴリー 5E のメーター単価を1とした場合、カテゴリー6はだいたい 1.5 倍ぐらいで、一方カテゴリー 6A については4倍ぐらいします。これは違うね。2点目はケーブル自体の取り回しが非常に悪くて、使い勝手が悪いっていうことになります。で、これはケーブルのメーカーによっても多少癖があるんですけども、外皮外側の被覆ですねが硬くて曲がりにくい、常用するにはちょっと使いづらいかなという点があります。なるほど。例えば壁の中を通していく時にですね、曲がりがきついところが何箇所もあると思うんですけども、そういう時に曲げていく時に無理に曲げる必要があるので、こういうところの配線っていうのは向いてないかもしれないですね。なるほどね。3点目がそもそもカテゴリー 6A が必要な通信規格である10ギガビットイーサーネットっていうのは対応製品が非常に少ないんですよ。10ギガビットイーサーネットの製品っていうのは以前より増えたとはいえ対応製品が全然ないので、あったとしても高額で気軽に導入できるものではないんですよね。こういうこの3つの事情から全部 6A にすればいいでしょというふうにはならないというのが現状ですね。なるほどね。繰り返しになっちゃうけど、もうスピードが出るからじゃあ何でもかんでもそれにすればいいっていうわけではないということですね。そういうことですね。バランスを取っていくと、現状間を取るとカテゴリー6を選ぶのがいいということになりますけれども、カテゴリー 5E っていうのは施工が非常に簡単で単価が安くですね、これを施工できる業者も多い。かつプラグの構造とかケーブルの構造が単純なので、場合によってはエンドユーザーでもメンテできるっていうところがあるんですよね。なるほどね。こういう事情もあって末端のハブから PC の間のケーブルについてはカテゴリー 5E で十分じゃないかっていう割り切り方もあると思います。確かにね、企業にとってはコストとパフォーマンスのバランスっていうのは非常に重要になりますので、じゃあその全部が全部というわけにはいかないけれど、例えばサーバー室から各階までのケーブルぐらいはカテゴリー 6A をおごるっていうのはありってことですかね。そうですね。そういう幹線ケーブルっていう機械間とか部屋間の接続についてはいろんな通信が束ねて集まってくるところなので、ここについては 6A を選んでおく、6を選んでおくっていうのはありかなと思います、ね。なるほどなるほど。あとね、余談になっちゃうんだけど、ドアの下の隙間、狭いところでも這わせることのできる平べったいケーブルっていうのを見かけるんですが、あれって使えるの？あれは十分使えますよ。ただ先ほど関連してお伝えした通り、ケーブルは本来の規格というのがあるので、指定した規格ではない形状のケーブルというのは本当は規格の内のケーブルではないんですよね。でただそれはその十分要求される性能を出すには違う形状でもいけるケースはありますから、ちゃんと向き合ってるメーカーの場合は、通常のケーブルではない場合、通常の形状とかタイプのケーブルではない場合は、このケーブルのタイプについては
こういうシチュエーションでだけ使ってくださいっほうほていうふうに指定している場合があります。う。なるほど。多くの場合は、例えば、服のない水平配線で使うのはいいけれども、いろんなとこまたいでいくようなところで使わないでくれですね。最大の延長ですね。ケーブルのスタートから端末、プラグがついている端末までの長さを、このケーブルの長さ以内にしてくれ。あ、なるほどね。具体的に数字で示してくれてるわけだ。そうですね。で、その辺を考えると、フラットっていうのはその地殻ですね。5メーターとか10メーターとか、ハブとの間にフラットのケーブルを使うっていうのは十分有効だと思いますので、そこについてはそういうケーブルでもいいんじゃないのかな。ただそれを長い尺で貼ると、幹線ケーブルの代わりに貼るとかですね、非常に遠くの部屋に持っていくっていうような使い方は、あまりよろしくないと。なるほどね。あとは強度もあまり高くないので、ケーブルが傷つきそうな場所にそれを持っていくと簡単に男性の事故を起こすことになる。なるほどね。そういうところさえ伝えられれば、フラットケーブルとか特殊な形状のケーブルは十分使えるかなと思います。なるほど。よくわかりました。はい、それではこれまでお話しした内容をもとに、皆さんのベストバランスを見つけて、ぜひケーブルの工事について今一度考えてみてはいかがでしょうか。はい、今日のご説明は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さよなら。今回のテーマいかがだったでしょうか。参考になった、明日から使えると思った方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また今後取り上げてほしいテーマ、話題がありましたらコメント欄等でどしどしお寄せください。